今回は情報パネルについて解説していきます。まるさんは情報パネルを普段使っていますか？情報パネルはほとんど使っていないですね。情報パネルは座標や色情報などを数値で見える化してくれる存在です。情報パネルを見てください。情報パネルはマウスポインターの位置の座標と色情報を表示できます。右側の X と Y の数値、これがマウスポインターの位置の座標です。左側がマウスポインターの位置の色情報ですね。色情報の表示はハンバーガーボタンをクリックすると表示を切り替えられます。今は自動カラー表示になっていますね。自動カラー表示って何ですか？プロジェクトで現在選択している色深度の形式で色情報を表示します。現在の設定は 8bpc なので RGBA 各チャンネル0から255の数値で表示されています。白は RGBA の数値がいずれも255になっています。この表示を別の色深度の形式で表示するには下の4つから選択します。さらに表示をパーセント表示、Web 表示、HSB 表示に切り替えることができます。パーセントを選択すると RGBA の数値がいずれもパーセント表示になります。Web を選択すると RGBA の数値が16進数表示にできます。16進数表示って何でしたっけ0から9と A から F の16種類で表示するカラーコードです。普段コピーして使っているカラーコードですね。 AE やフォトショやイラレでも使っていますよね。最後に HSB を選択すると色相、彩度、明度の数値で表示してくれます。青にマウスポインターを当てて見てみましょう。 H の色相はループするので360度で一周するような数値が角度で表されます。青の角度は240度です。 S の彩度、B の明度はパーセント表示になります。色の表示形式はこのようにオプションで変更できるってことですね。座標についてはマウスポインターの位置の座標だけではありません。例えばガイドを作成するときに選択中のガイドの座標をリアルタイムで表示できます。これは便利ですね。例えば画面の真ん中にガイドを正確に作成できますね。他にもシェイプレイヤーやマスクなどのパスの座標も表示します。例えばここにシェイプレイヤーがあります。パスを選択してポイントを動かすときに情報パネルに座標が表示されます。これを見ながら移動すれば図形を数値ベースで正確に作成できます。パスのポイントの座標なんて考えたことなかったです。例えばこの RGB の円のコンポジションをこのように30フレームでカットします。情報パネルでは選択したレイヤーのレイヤー名とデュレーションを表示します。レイヤーのイン点とアウト点も表示されますね。入力と出力とはイン点とアウト点のことです。コンポジションをスライドして動かすとこの入力と出力も変動します。情報パネルにそんな表示があったなんて知らなかったです。あとはプレビュー中の情報ですね。少し重たいコンポジションで見てみましょう。タイムラインをプレビューしてみます。このようにラムプレビューの状態に関する情報が表示されます。再生中のフレーム番号とプレビューで出ているフレームレートを表示します。このような機能が情報パネルの役割です。今までほとんど触ったことなかったです。個人的にはもっと便利に利用できるのではと思っています。ヒストリーやショートカットのヒントやエラーの通知など他にもいろいろと使えそうですよね。確かに今のところパネルとして機能が少ないかもしれませんね。古くからあるパネルですが今後のアップデートに期待したいです。